ごめんなさい、しゅうちゃん。私こんな体になっちゃった。週刊ビッグコミックスピリッツ史上で2年間にわたり連載、サイカノの愛称で親しまれ多くのファンに支持された最終兵器彼女が早くもアニメ化。修二と知世、2人の織りなす地球最後のラブストーリーはファミリー劇場にて地球最初のオンエア。今回は原作者高橋真をはじめキャラクターの声を担当する出演者のインタビューはもちろん、制作現場アフレコスタジオに潜入し、アニメ版最終兵器彼女の舞台裏もお見せします。面白かったけどやっぱり苦しみはしたなすごく泣いてしまいました。キャラクター、映像、演出、あらゆる角度からサイカノを徹底分析。最終兵器彼女のさらなる魅力に迫る最終兵器彼女のすべて。週刊ビッグコミックスピリッツで最終兵器彼女の連載が始まったのは1999年12月。当時いい人の連載を終えたばかりだった高橋真。この作品は短編として書くことを考えていたという。高校生の恋愛っていうのは、その場その場のスピード感というか、その場に生きている。でそこでこう言葉は悪いかもしれない、のめり込んでいくというか、彼らはものすごく急いでいる、理由はないけども恋愛に対してものすごく急いでいる、そういうスピード感っていうものは、臨場感というか空気というか、そういうものは、読者さんに感じてもらいたかったので、そういう意味合いで最初なるべく短く、なるべく3巻とかそういうくらいのところでっていうことだったんですけども。しかし原作者の考えとは裏腹に、その後2年間で全7巻の長期連載となり、コミックの発行部数は累計で200万部を突破。大ヒット作品となった。今回の場合は、主人公の男の子が、いわゆるぶっきらぼうで、知世っていうのは、それのただめんこい彼女めんこい彼女で、最終兵器になってしまう、そのシチュエーションしかないんですね。その中で彼らがすごく、頑張ったりもがいたり泣いたり笑ったりするわけなんですけど、その感情の幅っていうのが一番最初に考えたプロット通りではなくて、かなり激しいものだったというところが、なんていうんですかね、当初の構想と、長さがこう大きくなったっていうところだと思うんですね。北海道に住む高校3年生、修二と知世。2人はお互いに惹かれ合い、そして恋に落ちてゆく。やっぱ一緒に登校しないと。だって私しゅうちゃんの彼女だから。不器用なやり方ながら楽しい日々を過ごしていた修二と知世。しかしあれどこの戦闘機？俺たちの国のじゃねえよ。札幌を国籍不明の戦闘機が襲った。そんな中突然現れた謎の飛行物体。何なんだ。無我夢中で飛行物体を追う修二。その目の前に現れたのは知世。アニメーションとして映像化された最終兵器彼女。修二は、知世はテレビ画面の中でどのように描かれていくのか。これ交換日記。ごめんなさい。テレビシリーズに関してはよく原作を壊さないように、ただ作り方としては日記というのをキーワードにして
で千世の日記を読んでいる修二のところから始まって、で回想話という形にさせてもらったんですね。知性の、とか女性キャラクターの心情っていうのをじゃあどう掘り下げていくかっていった時に、やっぱ男から見た、女性像っていうのはやっぱり実際の女性像からは多少ずれてしまったりとか男性目線にどうしてもなってしまうと、いうところで、じゃあ、お話の根幹である、シリーズ構成シナリオの部分、今回お願いしたエラさんという方は、男性なんで、原作者さん男性でストーリーの中心を男性でいくんであれば、映像として表現の部分で、どうしても女性の、目線が欲しいというふうに思いまして、主人公修二の視点から語られるストーリー、女性監督の視点から描かれる映像、この2つがミックスされ、最終兵器彼女は新たな世界を作り出す。しゅうちゃん、しゅうちゃん、女と付き合ってこんなにめんどくせえのかよ。主人公修二、性格は至って無口で不愛想、部活、受験勉強、そして恋愛、ごく普通の高校生活を送っていた修二だったが、突如目の前に現れた戦争という現実が彼の人生を大きく変えていく。やっぱすごく男らしいって一言で言うとあれですけど、やっぱりしっかりしたやつだとはすごく思うんですよね。なんかやっぱりどんな物事に対しても最終的にはやっぱ正面からぶつかっていく姿勢を必ず持っていくっていう、やっぱそういう男なんじゃないかなって。でもね、私もっといっぱいしゅうちゃんのこと知りたいんだ。修二の彼女知世、内気で路地でのろの、学力も体力も今一つの女子高生。しかしそんな彼女の体には大きな秘密が隠されていた。兵器になっちゃったけど普通の女の子なんだと思います。それで一生懸命生きてて、一生懸命恋をして、とっても純粋だなと、思います。ほらそこの2人、急がないと遅刻だよ。修二と知世のクラスメイト明美。このアニメ版最終兵器彼女では、彼女の存在がより大きくフューチャーされている。単なる脇役ではなくて、やっぱり彼女にも、知世に匹敵するような、ドラマが、原作でも、用意はされていたので、その辺をもうちょっとクローズアップしていきたいなということで、明美にまつわる部分をちょっと増やしています。修二、あらー、こんなに大きくなって。修二の初恋の女性冬美、彼女の存在が2人のラブストーリーにより深みを与える。男の人が恋しかったり、愛する旦那さんがいなくて寂しかったり、そういう感情を素直に表に出してしまう、もうなんか正直な人なんだろうなと思います。中隊長殿、自分の部下が失礼いたしました。冬美の夫鉄、軍人でもある鉄は戦場で最終兵器知世の驚異的な力を目の当たりにする。修二の代わりに人間の知性を取り戻させてあげられる存在っていうのは鉄ですね。戦争という現実にいやおうなく飲み込まれていく人々、それぞれの思いを胸に秘め、キャラクターたちは強く生きてゆく。登場人物一人一人がすごくその戦場下の中で一生懸命生きてると思うんですよ。で、幹となる部分はやっぱり2人のラブストーリーだと思うんですけど、その他にもその一生懸命生きている人たちの姿っていうのが描かれてくると思うんで、原作の方でも私はすごくそういうところも感動したので、アニメでもぜひ皆さんに
感動していただきたいなと思います。アニメ版最終兵器彼女のオープニングテーマ恋する気持ち、エンディングテーマさよならを歌うのは5月レディオソニックレコーズからデビューしたヤトユリア。彼女自身も大のサイカのファンだったとか。もう何回も泣きましたね。もう 2,3 回読み返してるんですけども、ずっと泣きますね。2人の恋愛が普通じゃ考えられないじゃないですか。いろんな障害があって、なんかそういう乗り越えているその愛情がもうすごい感じます。私の書いてる詩なんですけど、結構言葉ってありきたりの言葉とか多いんですよ。だけどその一つ一つのフレーズがすごい深い意味があるんですけど、それをちょっとぜひ分かってもらえたらと思いますね。私も最終兵器彼女の大ファンなんで、その漫画のぜひ私は歌で応援するんで、どうか皆さんよろしくお願いしますアニメ版最終兵器彼女のサントラは7月10日に発売。そしてヤトユリアが歌うさよなら恋する気持ちもセカンドシングルとして8月7日に発売されます。名曲の数々でサイカノの新たなる魅力を感じてみてください。最終兵器彼女のメインキャラクターたちには名字がない。そこに込められた思いを原作者高橋真に聞いてみた。主人公たちをいわゆるそのクラスメートなりその親友なりそういう人たちだと思って読んでもらいたいと思ってたのね。友達のことを鈴木さんとか山本さんとか呼ぶんではなくて、やっぱり修二は修二であり知世は知世であり、そういうふうに、読み手の人も、受け手の人も読んでもらいたいなっていうことで回覧には、名前だけ。アニメーションとして声を発し動き出す最終兵器彼女のキャラクターたち。スタッフはどのようにして彼らに命を吹き込んでいったのか。なんかこう優しい面とかそういうところを表現できればいいかな、だんだんそういう意味じゃ彼氏にしたくなるようなかっこよい子になっていければいいなっていう風な、気持ちで作ってるんですけども。だって戦争だもん。私一人が我慢すればそれで丸く収まるべさ。アホ！周りが収まってもおめえの気持ちが泣いたんじゃ意味ねえべや。やっぱり知に対する思いやりとか優しさっていうのはやっぱすごく大事に持っていたいな。いくら言葉はぶっきらぼうで表現がしにくかったとしても、根底に対するその優しさとか思いっていうのはやっぱ大事にしたいなと思いますし。知ってるのは俺たちだけ、それでいい。同時で、背がちっこくてっていうそういうのがどうしてもアニメにするとより誇張されてしまいますので、やっぱり知性も一人の人間として、悩んで傷ついてっていう部分をちゃんと表現できるような、キャラクターにしたいなと。私もう死んだ方がいいかな。なんか柔らかい部分みたいな、そういうところですね。それで、弱いんだけどでも強いっていうのかな。なんか弱さの中の強さみたいな部分をすごく表したいなと思います。主人公修二、知世はもちろん彼らを取り巻く出演者にも今回は丁寧なキャラクター設定がなされている。修二と知世とその冬美であったり哲であったり、明美であったりという個々の、一人一人にすごく丁寧にドラマを、用意してますので、その辺を、じっくり見ていただけたらなと。世界が恐れる最終兵器知世。しかし実はその全貌は原作のコミックでも明らかにはされていない。アニメ版では
一体どのようにデザインされていくのだろうか。ごめんなさい、しゅうちゃん。私こんな体になっちゃうんだ。不器用なもの、武骨なものをつけて棒を立ててるっていう。一番最初に知性をイメージスケッチ描いた時に、それ絵面そのままそれが出たんで、これで基本のコンセプトはこれだろうな。その中でどんどん成長していくってことで、徐々にオーバーテクノロジーになっていって、いわゆる、人間がデザインしたものではなくて、多分兵器が兵器として自分をデザインして作り上げていく、そういうものになっていくんだろうなっていう。見つかる前にやんなきゃ。感情を押し殺して、もう本当に無感情な感じっていうんですかね。なんかそんな雰囲気でやってます。ガンダム 08MS 正体、ミラーズリポートなど数多くのメカモノを手掛けてきた加瀬敦子監督、そしてゴンゾディジメーションの月のプロデューサー。今回知性のメカデザインに関してはこれまでの作品以上に気を使ったようだ。テレビシリーズの方は修二の知性の日記を読んでいるところでやってますので、想像できる範囲っていうのがもう限られてくるわけですよ。日記に書いてあってどこそこのところでこう戦ったのっていうふうなちょこっと書いてあるぐらいのことを想像する、その想像できる範囲っていうのはそれぐらいだろうなっていうところで書いてます。私経験すると成長するの、強くなってるの。徐々に兵器として成長していく、裏返せば人間として壊れていくっていう表現をビジュアル的にもどう出していくかと。で、兵器といっても、決してかっこいいものでもなく、本人望んでなったものでもないという知性の、悲しみの部分であるとか、その修二の前では人間でいたいっていうような葛藤であるとかっていうのを、そういったビジュアルの面でも、表現できたらいいなと。最終兵器彼女の舞台となるのは北海道。原作者高橋真の生まれ育った場所である。よかった。小樽って町を中心にね、細かいところは、自衛隊の駐屯地である、恵庭市、その辺を一応使わせてもらってはいるんですけど、主人公を表現するときに、いわゆる自分がそういう、剥いできた空気、培ってきた時間の経験、そういうものをなんとか利用して彼らをなるべく嘘のない主人公にできないかっていう、そういうところなんですね。北海道ならではのものっていうのが、意外と街中にありまして、やっぱり一つは信号機がこちらですと横に3つ並んでるのがやっぱり北海道に限らず降雪地帯は積もってしまうので、信号機が縦だったりとか、そういったところ、何気ないところの消火栓であったりとか道路標識であったりとかっていうのも、その降雪地帯っていうのは東京なんかと比べて違ったものになってるんで、そういった部分を、さりげなく、ですけどきちんと、描きたいなと。舞台設定だけではない。アフレコに関しても使われているのは基本的に全て北海道弁。最終兵器彼女独特の世界観を支えている。しゃあねえべや。ごめん、しゅうちゃんかわいい。アホ、てめえの方が可愛いんだよ。逆にそれを意識しちゃうとなんかすごく立っちゃうような気がして、微妙なところなんだと思うんですよね。だからその微妙なところがすごくある意味難しいなっていう。自然に言おうって思うのが知性の口癖のごめんねとかごめんなさいっていう言葉で、それに北海道弁がちょっと加わるんですけど、ごめんねっていうイントネーションになるんですけど、なまらのろくないか知性。ごめんね。
恋愛、友情、青春、戦争、SF、さまざまなテーマを持つ最終兵器彼女。しかしそのストーリーの根幹をなすのはやはりラブストーリーだろう。もしかして付き合うってこんなんだったんかな。高校生の恋愛で初々しい感じっていうんですかね。やっぱりお互いがどう好きっていうことをどう伝えるのかとか、付き合うことってどういうことなのかとか、なんか根本のような気がするんだけど、恋愛ってなんかそれが結構永遠のテーマみたいななんかそういう感じもするので。しゅうちゃんの心臓の音すごいね。知性のな、どういった内容の作品なのっていうと、もう切ないラブストーリーという部分が、どういう表現にするにしても、どういうシチュエーションにしても中心にある作品。大義名分とか、綺麗事、世界を救うとか、そういうことよりも隣の彼女彼氏だよねっていう部分がすごく、伝わってきたので、そこが一番魅力と。逃げようぜ逃げようぜ知性。一貫して知性は主人のことが好きなわけですよ。でその思いがなかったら生きていけないっていうのが彼女を人の知性という形を形成しているもの。そこにいろいろと戦争があって2人離れ離れになってしまってっていうふうないろいろ状況はあるけれども、でも離れてれば離れているほど思いは募っていくっていうふうな普通の恋愛ものですよね。今さら何言ってんのさ、しゅうちゃん。最初に逃げようって言ったのしゅうちゃんダメさ。なんとかしなきゃって言ったのさ。極限状態だと思うんですよ。だからその中でその恋愛だけを、知性を好きだっていうことだけを求めていくっていうところで、なんか強いものが生まれるんじゃないかな。滅亡寸前の地球で修二が、知性が、そして人類が最後に求めるもの、それは一体何なのだろう。答えはこの物語の中に見つけることができるかもしれない。そう、これはこの星で一番最後のラブストーリーなのだ。特別番組最終兵器彼女のすべて、いかがでしたか。ファミリー劇場オリジナルアニメーション最終兵器彼女は毎週火曜夜7時他で放送です。私も精一杯知性を演じていますので、最終兵器彼女ぜひ見てください。もっともっと修二に近づいて、知性ももっともっと愛していこうと思います。絶対いいものになると思いますので、最終兵器彼女ぜひ見てください。修二と知性、2人の恋の行方はこの星で最後のラブストーリー、その結末をどうぞお見逃しなく。